あ、草。はい、皆さんこんにちは、なおチャンネルです。今日のジャンク品はこちら。マキタの充電式クリーナー CL282FD です。通電するけど動かないそうです。発売日は2019年2月ですね。早速見ていきましょう。じゃあまずバッテリー挿していきます。フィルターないと閉まらないみたいで、後で買わないといけないですね。はい。じゃあスイッチオンですね。あら。動きませんね。ちょっとモーター見ていきたいと思います。来たね。いいっすね。ちょっと全体的にね、掃除していきます。ちょっとある程度ね、でかいホコリは取ってきたんですけど、ちょっとこれ外さないと綺麗に掃除できないんで、一個一個分解していきたいと思います。まずはこれ取りますか。はい、これ。くしゃみが。これもですね、このスプリングが飛んでいきそうですね。ちょっと錆びてるな。はい。汚い。はい。全部外しました。もうここはちょっとね、映せません。毛がえぐくて。はい、これがね、中身ですね。ファンカバーみたいなやつをね、外します。爪で引っかかってますね、ここ。うわぁ。じゃあ、ここ、モーターはね、回りますね。一応このモーター見てみますか。こっちは最後で。爪で引っかかってるんで、これ外していきましょうか。はい。うわぁもう明らかに悪い部品が。これ修理できるかな、これ。このベアリングをまず外すか。はい、じゃあこれでベアリング外していきます。初めて使うわ。この大きさ、むずくない？よし、来た。来た。ただこれ以上は、よっしゃ。この基板単体にしないといけないですね。ショートしたせいで全部やられてないっていいけど、FET だけ治るかな。はい、じゃあ基板もね、分離していきましょう。はい、外れました。これで多分外れるはず。あ、外れた。こっちは問題なさそうですけど、いやもうこれよ。これがホールセンサー3つついてますね。じゃあフラックスをね、大量につけて、意外と外れるな。やべ、ちゃんと取れてね。なぜピンとボケる？おはー！これは終わったわ。うわぁ。顕微鏡で見るとね、もっとやばいっすね。幸いなのが、この多分どれかが UVW なんやけど、このパターンだけしか剥がれてないってところがほんと不幸中の幸い。見てこれ、もう終わったらこれ。これ必要なパターンやったかな、これ。ポイントも何も繋がってなさそうなんすよね、多分。なんか、ここに、マジでやばいってこれ。ボツにしたい。いや、でもマジこれまず直せる見込みはゼロじゃない。一旦ここ切ります。はい。もうやるしかないよ、これ。モス FET の、このね、この裏面がね、ここにひっついてるんで、これ取っていきます。こいつをどうしてもね、活かそうと思うんで。ダメだ。溶接されてやがるもん。6380の、下は正版的なやつかな。ちょっとね、この MOS-FET 調べてきます。はい、MOS-FET がね、届きました。で、これをね、どうやってこのね、破損した場所に取り付けるかっていうと、これ買いました。はい、銅板。
これね、最近マジ銅めっちゃ高い。使う分はこんなのね、これだけです。100均にね、ないかなと思ったけどね、ないんすよね、これが。うますぎる。ほら。よしよしよし。ちょっと顕微鏡に切り替えよう。ここ何もついてないことを本当に祈るしかない。この周りを絶縁したかったんですよね。もしかしたら、ね、ここでショートしちゃうかもしれないんで。割とうまくいったんじゃないこれ。はい、じゃあこれを持って、今んとこ雰囲気はめっちゃいいね。一回レジンで硬化させてみますか。いや、無理やと思うな、正直。UV ライトは通らないんで、しばらくね、UV ライト当て続けたいと思います。全然固まってない。もう全然固まってない。すげえな、これ。さあ、作戦失敗か。接着剤ね、いろいろ調べたんです。でもね、最高でもね、150度とか、そんぐらいのやつ。耐熱がないのがやっぱちょっと多くて、ちょっとパテとかも考えたんですけど、パテはちょっと。一時的に接着剤でつけて、もうあとハンダとか周りにレジンをつけて、こんだけ。ついたか。よし。まずここを接着しようか。ここね。って思ったより全然貼り付いてない。もう今何にもうまくいってない。きた。これよ、これ求めとったのが。よし。うん。まあ。動きはいけ。汁がめっちゃ出てくるんやけど、これは何汁これ。IPA か。じゃあいいや。ショートはないね。一応テスターの数値上では、もうSafeET ね、もともとついてたこの3つは生きてましたね。ロジックうまくいってる感じは全くしませんね。ちょっとね、確認だな。多分大丈夫。多分。今んとこね、多分爆発はしないと思う。ある程度レジンで固めたら、もう組んでいきますかね。はい、じゃあ組み立てていきましょう。はい、じゃあハンダ付けしていきます。軽く叩く。OK。もう取れませんね、これで。ちょっと自信があるんで、全部組んでから動かしますか。ダメだったらまた分解ってことで。はい。こんな感じですね。で、あとは、はい、じゃあ組み込んで。いや、これ動くか楽しみやな。はい、これ。高性能フィルター。これ購入したんで、これつけないとね、閉まらないんですよね。はい。頼む。まず動いてくれ。じゃあ早速ね、バッテリーさしていきますよ。じゃあいきます。よし動きましたね。あれ動かんかった。うわ、マジかい。あ、臭い。さあ、どんなことになってんだい？次は2箇所焼けてんだけど。次は2箇所焼けてますね。これとこれ。この3つ良かったんですけどね。くさ。絶対体壊す、この匂い。コンデンサーがあるんかな、ここと一緒で。
これ繋がってて、またテストポイントかな。次はこうか。うわ、これもろ IC 入っとんやん。なるほど、この IC か。電流形質抵抗みたいなのが。これ死んでんのか、これ。0.4。まあ言ってくるこんなもんやね。ここにね、抵抗がないんですよね。本来ここはゲートのここにコンデンサー。ゲートとこのドレインにね、コンデンサーとここに抵抗があるはずなんですよ。他の層を見ると、ありますね。こっからこうつながって、コンデンサー。で、ここのゲートのここにつながってますね。つまり、この MOSFET のソースとゲート間にあるコンデンサーなんですよ。でもこっちはないですよね。で、まずこのコンデンサー。これ何のためにあるのかちょっと私はね、理解できませんでした。このスイッチングのノイズを抑制するものなのか、意図的にスイッチングを遅らせているものなのか。どちらにせよね、他のコンデンサーと容量はね、合わせた方がいいですよね。で、次はこの抵抗。ここはね、こっから出て、こう繋がって、このスルーホールに入ってってるんですけど、ここはね、本来は抵抗を介して、これはですね、この IC の、ここに繋がってるんですよ。で、この IC は、BD63002MUV っていうね、ロームかなのブラシレスモーターのドライバー IC ですね。で、この7番ピン。ここはですね、有層の電圧をね、監視するピンですね。このコンデンサーが内製で MOSFET のね、オンオフする波形とか速度が他のとずれたのが一番の原因な気がするんですよね。いや、わからん。この有層のフィードバックとかさ、めっちゃ重要そうなピン。繋がってないとかまず論外よね。他のコンデンサーと抵抗を外して測定して同じやつがどっかあればそれつけて組んでみます。はい、じゃあやっていきましょう。この抵抗は33オームでした。で、このコンデンサーは1ナノファラットでしたね。なのでこっちでも同じ風に回路を構成して付け直してみようってことですね。コンデンサーちょっとなかったんでね、注文しました。また本買いましたね。こんな汚かった。久々見たけど。じゃあまずここに33オームの抵抗をつけていきます。はい、こんな感じですね。じゃあ次に、OK。はい、こんな感じです。うわ、出すぎて。若干ミスったか。まあいいでしょう。じゃあ次に、ハンダ付けするとこをね、のレジンを剥ぎます。コンデンサーつけりゃよかった。うん。いいんじゃない？割と。こうでもいいけどね、もう。ちょっと、やめてよね、それ。よっしゃ。ようできたわ、これ。じゃあね、MOSFET つけていきましょう。全部MOSFET もつけて、テスターで測ってね、ショートもないかもすべて確認しました。これで、もう間違いなく動くはずなんですよ。こういう風にね、マイナスドライバーをファンの隙間にこうぶっ刺すと結構やりやすいですね。こことここにね、突起があって、こう、綺麗にはまるようにね、なってますね。よしよしよし。組むぞ。
はい、組み終わりました。早速ね、電池さして。マジで緊張するな。頼む。よっしゃよっしゃよっしゃ。明らかにパワーが違う。いや、最初の時はなんかちょっと弱いなと思ったんですよ。やった、マジでやった、嬉しい。よし、動作確認していこう。はい、こんな感じでね、ゴミ散らしてみました。これでね、吸い込んでいきたいと思います。はい。完璧、すごい。追加いいですね。はい、溜まってますね。はい。この FET もね、記念に取っときます。はい、皆様いかがでしたでしょうか。今回はね、爆発したモス FET の修理でしたね。最初にね、ローサイドの FET だけが焼損した原因はですね、経年劣化とか、ゴミ詰まった状態で吸いすぎだとか、そんなんだと思います。交換後にね、ハイサイドとローサイドの両方がなぜ焼損したのかは、周辺回路の欠損でドライバー IC の動作もね、乱れちゃって、モス FET もショートして、ボンって感じですかね。パターン解析にね、めちゃくちゃ時間かかりましたが、なんとかね、欠損した回路も自分で復元して修理に成功しました。面白いと思っていただけたら、高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回のジャンクでお会いしましょう。